ガンダムシリーズは数十年の歴史を持つため、声優の高齢化や奇跡に入ってしまうなどやむを得ない事情によって担当声優が変更となるキャラが少なくありません。最近ではゲーム UC エンゲージでスケジュールの都合から柔道の声を八尾和樹さんではなくケンさんが務めていたのが記憶に新しいのではないでしょうか。今回はそんなガンダムの声優変更事情10選を見ていきたいと思います。なお本動画には最新作ジークアクスのネタバレを含みますのでご注意ください。ドズル・ザビー。ドズルは機動戦士ガンダムに登場するキャラクターです。ジオン公国宇宙攻撃軍司令でジオン国に独裁制を敷くザビ家の一員でもあります。策略家ばかりのザビ家の中では珍しく、武人らしい実直な性格と部下を思いやる姿勢から前線の兵士からも尊敬されていました。ソロモン陥落の際は残存兵力を撤退させるため自らビグザムに登場ししんがりを務めますが、ガンダムの前に敗北し戦死しています。そんなドズルの初代声優は小売大輔、旧長堀義雄さんです。機動戦士ゼータガンダムではバスクオムを務めているため、そちらの方が馴染み深い方もいらっしゃるかもしれません。ゴーリさんはアニメ版機動戦士ガンダムから1981年公開の劇場版1作目までドズルを務めていました。しかし1982年に公開された機動戦士ガンダム3巡り合い空編ではアニメ版でスレッガーロウを演じていた源田鉄章さんへとドズル役が変更されています。ただ完全にドズル役が源田さんへと引き継がれたわけではないようで、以降に発売されたゲームでは作品によってドズルの担当声優は異なっています。例えばスーパーロボット対戦、ギレンの野望、G ジェネレーションといった作品では、ゴーリさん、サンライズ英雄譚、バトルシリーズなどでは、源田さんがドズルを演じていました。しかし、2010年にゴーリさんが亡くなられたため、G ジェネレーションシリーズでも、ジェネシス以降、源田さんがドズル役を務めるようになります。なお、1995年に発売されたセガサターン用ゲーム、機動戦士ガンダムでは、スケジュールの都合からか、辻新八さんがドズルを演じていました。そして2015年に公開されたジオリジンで多くのキャラクターで声優が一新された際にドズル役も三宅健太さんへと引き継がれます。そのためか近年リリースされたアーセナルベースや SD ガンダムバトルアライアンスといったゲーム作品でもドズル役は一貫して三宅さんが起用されるようになりました。最新作ジークアクスの劇場版ではドズルはアルテイシアの軽キャノンに落とされたことがシャアの口から語られているものの、ドズル本人は登場していませんでした。しかしもしテレビ版で一年戦争が深掘りされてドズルが登場したら、他のキャラと同じく新たな声優さんに変更されているかもしれません。ジオンの栄光、この俺のプライド、やらせません、やらせません、やらせませんぞ、やらせませんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。たかが一機のモビルスーツにやらせません、やらせませんぞ。悪魔だとは、お前は悪魔ではないのか。ガイア、マッシュ、オルテガ。この3人は機動戦士ガンダムに登場するキャラクターで、3人合わせて黒い3連星と称されるモビルスーツパイロットたちです。作中ではドムに登場し、ホワイトベース隊の前に立ちふさがりました。3人1組の戦法ジェットストリームアタックを得意としています。リーダーを務めるガイア、右目に負った傷が特徴的なマッシュ、とどめを刺す役割を担う巨漢のオルテガの3人で構成されています。多くの連邦軍艦艇を沈めたジェットストリームアタックでガンダムに迫りますが、アムロには通じず初戦でマッシュが死亡。ガンダムとの2回目の戦闘でオルテガが機体を真っ二つにされて死亡。続いてガイアもガンダムに敗れ戦死しました。そんな黒い3連星について、まずガイアの初代声優は政宗一世さんです。機動戦士ガンダムではガイア以外にもホワイトベース初代艦長パオロ・カシアスなども演じています。1981年から公開された劇場版でも政宗さんはパオロ役として続投していましたが、ガイア役はアニメ版でククルス・ドアンを演じた徳丸寛さんへと変更されました。それ以降ディレンの野望やサンライズ英雄譚などさまざまな作品で2015年頃まで徳丸さんがガイアを演じていますが、
G ジェネレーションシリーズの FF ポータブルの3作品やスーパーロボット対戦など一部の作品では政宗さんがガイア役として起用されています。そして2015年から公開されたジオリジンではガイアも他のキャラと同じく声優が一新され、シードデスティニーで戸高一茶などを務めた一条和也さんへと引き継がれました。俺を踏み台にした。俺を踏み台にした。俺の後に続け。マッシュに関しては初代声優は永井一郎さんでした。永井さんといえば機動戦士ガンダムでは番組ナレーターをはじめ様々な役を務めていましたが、マッシュは作中で「おう」と一言言った以外のセリフがないので、永井さんの役というイメージは薄い方が多いのではないでしょうか。なお永井さんの役の兼ね合いも考えてか、ディレンの野望やサンライズ英雄譚といった一部の作品を除き2012年までに発売されたほとんどのゲーム作品で佐藤正治さんがマッシュ役を務めていました。ただバトルタクティクスではゼータガンダムでカクリコンなどを演じた戸谷浩二さん、パーフェクトワンヤーオーではアニメ版でガデム役を務めた水鳥哲夫さんがマッシュを演じています。そしてマッシュも2015年公開のジオリジンからは土屋敏秀さんへと役が引き継がれ、以降発売されたゲーム作品でもマッシュの声は土屋さんで統一されています。もともとはセリフがほぼないキャラでしたが、オリジンで黒い3連星の活躍が増えたので印象が強くなったキャラなのではないでしょうか。思ったより素早いぞ。いいな。おう、あの星マークがいいな。オルテガに関しては初代声優は二俣一成さんです。劇場版ではランバラル隊の副官であるクランプ役を務めていました。オルテガもガイアやマッシュと同じく作品によって声優が定期的に変更されていて、1981年公開の劇場版機動戦士ガンダム2愛戦士編ではエルラン役も務めた中木隆二さんが担当。2000年公開の特別版ではクランプを務めた松本大さんが演じていました。なおゲーム作品では基本的に二俣さんか松本さんがオルテガ役に起用されており、同時期に発売されているゲームでもタイトルによって声優さんが異なっています。なお G ジェネレーションシリーズに関しては第1作から F までは二俣さんが担当、ワールド以降は松本さんが担当されています。そしてジオリジンからはガンダムエイジでグラッドオットを演じた松田健一郎さんへとオルテガ役は引き継がれました。そのため2015年以降に発売されたゲームのオルテガは基本的に松田さんが演じています。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて信じられん。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて信じられん。ジェットストリームアタックをすり抜けるなんて信じられん。俺たち黒い3連星にふさわしい。エマシーン。エマは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターです。当初はティターンズに所属していましたが、組織の非人道的な行為に不信感を募らせたことでエウゴへと寝返ります。モビルスーツパイロットとして優れた操縦技術を持ち、特に後半ではガンダムマーク2を任されていました。カミーユにとっては時に厳しく時に優しく面倒を見てくれた上官であり、姉のような存在となっています。そんなエマの初代声優は岡本真也さんです。アニメ版でエマを演じてからG ジェネレーションシリーズやスーパーロボット対戦シリーズなど数多くの作品でエマ役を演じておられました。多くのキャラクターで声優の変更が行われた劇場版ゼータ以降の続投し、現在展開中の UC エンゲージも含め実に35年以上にわたってエマを演じ続けています。そんな岡本さんですが、1999年頃から日本とアメリカを行き来する生活を送っていた都合か、収録時期が合わない作品もあったようで、2002年発売の G ジェネレーションネオと2004年発売の G ジェネレーションシードでは代役として富澤道恵さんがエマ役を演じています。なお岡本さんはアニメ機動戦士ガンダムダブルゼータからリーナ・アーシタ役も務めていますが、2005年にリリースされた OVA ガンダムイボルブダブルドットスラッシュ視点でも都合が合わなかったためか、リーナ役は仙台絵里さんが代役を務めていました。私の命を吸って、そして勝つのよ。これは戦争でしょ。サラ・ザビアロフ。サラはティターンズ所属のモビルスーツパイロットで、
シロッコに対しては上官以上の感情を抱いているようでした。アーガマに潜入した際にカツと出会い好意を寄せられるようになり、サラもカツを気にかけていましたが、最後はカツの攻撃からシロッコをかばったことで死亡します。そんなサラの初代声優は他にガンダム X のカリスノーティラスなどを演じておられる水谷優子さんです。水谷さんはアニメ版ゼータガンダムでサラを務めて以来、数多くのゲーム作品でも演じておられました。しかし劇場版機動戦士ゼータガンダムで多くのキャラクターで声優が一新された際に、サラ役も池脇千鶴さんへと変更されました。ただ池脇さんがサラを演じたのは劇場版第2部のみで、第3部では島村香織さんへと再度声優の変更が行われています。劇場版第2部公開後の富野監督インタビューでは、第3部で最終的に重要な役割で出てくるサラの芝居も生っぽい感じで締めてもらえるだろうと語っておられるので、池脇さんを続投させる気でいたと解釈できそうですが、声優変更の理由は明かされていません。その後 G ジェネレーションスピリッツなどでは島村さんがサラを担当されていましたが、2008年頃に島村さんは事務所を退所されたので、再度サラ役は別の方へと引き継がれることになります。そして2009年に発売された G ジェネレーションウォーズ以降のゲーム作品では森野香織さんがサラを演じていました。それから7年近く森野さんがサラ役を演じていましたが、2017年に発売されたガンダム VS では再度声優が変更され、弓場沙織さんへと引き継がれています。サラ・ザビアロフ出ます。でも私はあなたたちよりも先にシロッコに出会ったのよ。仕方のないことよ。パプティマス様は人類の新しい世界を切り開く方なのよ。様なのよ。いっけー。私ではパプテマス様のお役に立てないということ？ロザミア・バダム。ロザミアは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターで、オーガスタ研究所で強化を受けた強化人間です。物語序盤にはギャプランに登場し、ブランブルターク率いるモビルスーツ部隊と共にカミーユたちの前に立ちふさがりました。物語終盤に再登場した際には精神崩壊が進んだため、虚偽の家族の記憶を植え付けることで安定化が図られており、アーガマへの潜入任務の際にはカミーユをお兄ちゃんとして暗示をかけられていました。そんなロザミアの初代声優はガンダムダブルゼータではエマリー・ヨンスも演じていた藤井佳代子さんです。藤井さんはアニメゼータガンダムでロザミアを演じてから、ゲーム作品でも2006年発売のクライマックス UC までロザミア役を務めていました。しかし2005年から公開された劇場版ゼータガンダムで声優が変更され、浅川優さんへと引き継がれました。そのため2007年に発売された G ジェネレーションスピリッツ以降にリリースされたゲーム作品ではほぼ全てで浅川さんがロザミア役を演じています。モビルスーツが出ても相手にするな。ガルダを落とすのが先だ。連携プレーは命令通りやってみせるよ。キャラスーン。キャラはネオジオンの士官で、一見お色気担当のような振る舞いをしつつも、モビルスーツに乗るとトランス状態に陥り、支離滅裂な発言をするようになるという非常に個性的な人物です。逆にモビルスーツに登場していない時は明るく人当たりのいい性格をしており、アーガマの捕虜になった際にはジュドーたちと友好関係を築いていました。しかし物語後半では強化人間へと改造された際に以前の記憶が消去されたようです。ただ強化が不十分だったためか、時折以前の記憶が蘇っているような描写が見られます。そんなキャラの初代声優は門馬葉月さんです。アニメガンダムダブルゼータでキャラを務めてから2006年頃まで様々なゲーム作品でキャラ役を演じていました。しかし交代理由は不明ですが、2007年に発売された G ジェネレーションスピリッツ以降のゲーム作品からは山下彩香さんがキャラ役を務めています。門馬さんの情報は非常に少なく不明瞭な部分が多いですが、夫である俳優の渡辺一慶さんがインタビューで時折話題に挙げているため、現在も元気に過ごされているようです。私を誰だと思ってるんだ。私はキャラスーンだぞ。このキャラスーンからは逃げられやしないんだよ。レディー・アン。レディー・アンは新機動戦機ガンダムウィングに登場するキャラクターです。オズ総帥のトレーズへ深い忠誠心を抱いており、トレーズのためであれば手段を厭いませんが、時に行き過ぎた行為を取ることから、ことは
全てエレガントに運べとたしなめられることもありました。物語中盤でトレーズの意図を理解してからは真に世界平和のために行動するようになっていきました。そんなレディアンの初代声優はさゆりさんです。ガンダムウィングやエンドレスワルツはもちろん、数多くのゲーム作品でレディを演じていました。しかし2012年頃にがんにより亡くなられます。それからしばらく後任は不在のままでしたが、2019年に発売された G ジェネレーションクロスレイズからはガンダムオンラインなどでカスタムパイロットの声を担当されていた小野冬香さんへと引き継がれました。しかし人間として厳しく生きたつもりだ。機体の操縦なら昔から染みついている。グエン・サードライン・フォード。グエンは単影ガンダムに登場するキャラクターです。ムーンレイスとの融和政策のため奔走したり、黒歴史のモビルスーツを掘り起こし戦力を整えるなど、地球側のために精力的に活動していました。一方で自身の野望を果たすために他人を平然と利用するところがあり、物語終盤ではロランたちを裏切って銀河ナムと手を組み地球の支配を目論みます。なお少年愛の傾向があるようで、ロランに対しては人一倍強い執着心を見せていました。そんなグエンの初代声優は青葉剛さんです。アニメ版でグエンを演じてから劇場版や多くのゲーム作品でもグエンを務めておられました。なお G ジェネレーション F などでは機動戦士クロスボーンガンダムのハリソン・マディン役も演じておられました。そんな青葉さんですが、劇団青年座を経てから2005年末頃に劇団四季へ移籍。移籍先の劇団四季では副業が禁止されているため、必然的に声優活動も休止せざるを得なくなりました。そのため G ジェネレーションウォーズ以降の作品では機動戦士ガンダムサンダーボルトでコーネリアス・カカ役などを務める平川大輔さんがグエン役を引き継ぎました。ちなみにハリソン役も2007年発売の G ジェネレーションスピリッツ以降は平川さんに引き継がれています。和平主義のムーンレイスとお話し合いを続けていてみろ。どうなる？対等に交渉するためには力が必要なのだ。ということで以上、声優が変更になったキャラ10選でした。こうしてみるとメイン級のキャラクターたちは最初に担当した声優が可能な限り長く演じる傾向があります。一方でメイン級のキャラではないものの作中で重要な役割を担う人物は作品によって声優がたびたび変更されるケースが多く見られます。そのため黒い三連星やサラのようなキャラはこの人が担当声優といったイメージが薄い方も多いのではないでしょうか。ぜひ皆様が好きなキャラや声優さんをコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。